よーレイム、お茶でも飲んでいくか？いらないわよ。ちょっと寄ってみただけだし。聞いたぜ。コーリンのやつがお前に興奮して襲いかかってきたんだろ。まあ弾を砕いて事なきを得たらしいが。その表現は合ってるようで、その実間違っている気がするんだけど。おいおい、はっきりしてもらわなきゃ困るぜ。もしかして覚えてないのかよ。人をおバカな表聖扱いしないでちょうだい。でもお前、知り合いの名前よく忘れるらしいじゃん。あんたは確かって。うるさいわね。いいじゃないの、ど忘れするぐらい。ど忘れね。それなら私のしたこともあながち無駄じゃなかったわけだ。はあ？というか、私が異変を解決していた時、あんたはどこをほっつき歩いていたのよ、マリサ。失礼だな。それじゃあまるで私が暇を持て余していたみたいじゃないか。いいぜ、それなら話してやる。バイキングみたいな独善的な王様じゃない。妖精たちを危機から救った英雄、その記憶を。キングオブフェアリーズ。暇だー。暇を持て余すとはまさにこのことだぜ。さっきから聞いていればそればっかりね。他に言うことはないわけ？しょうがないだろ、本当に暇なんだから。ああ、退屈だ。何か面白いことでも起きねえかな。退屈ってことは裏を返せば平和だってことよ。いいことじゃない。まあそれもそうか。どうしたのよマリサ。私の顔に何かついてる？いや、どうしてアリスがここにいるのかなと思って。はあ、寝ぼけてるの？私たちのところに届いたこの手紙について話をしに来たんじゃない。手紙？ああ、そうだそうだ。私とアリスのところに同じ手紙が届いたんだったな。おかしいな。どうして忘れてたんだろう。私たちの国への招待状。明日日が昇る頃に霧の湖でお待ちしています。差出人は不明。招待状に見せかけたいたずらの線はさすがにないか。それでどうするの？なんて聞くまでもないわね。さすがはアリス、よくわかってるじゃないか。こんな面白そうなこと黙って見過ごすわけにはいかないぜ。本当にそう思ってる？ずいぶんと退屈そうにしていたけど。そういえばそうだな。どうして私はあんなに退屈そうにしていたんだろう。で、ここまで来てみたわけだが。お待ちしていますって誰も待ってないじゃないの。まあまあ、手紙には日が昇る頃としか書いてなかっただろ。もう少しだけ待ってみようぜ。あなたって見かけによらず気が長いわよね。そういうお前は意外とせっかちだよな。失礼ね。私は無駄なことが嫌いなだけよ。だからさ、その判断の速さがせっかちだって言ってるんだよ。グーの音も出ないわね。おお、ようやく明るくなってきたぞ。明るく、あっ、うわー！
ただ。あれ、ここは。おい、アリス、大丈夫か？起きろ。マリサ、平気よ。ここはどこだ？避難及ばぬ神事のもと、世に虐げられし妖精の我らが作りし理想郷。ようこそ純真無垢な妖精の国、フェアリーキングダムへ。うおー、すっげー。私とマリサを招待したのはあなたたちだったのね。ええ、その通りよ。ここは妖精しか入ることが許されない妖精の国。ほら、あの大きな木を見てよ。あれはもしかして神樹か？あの木は大精霊樹といって幻想郷の中でも特別な神樹なの。大精霊樹には不思議な力があってね、その力でこの空間を作り出してくれているのよ。この空間は幻想郷とは別の次元にあるから、人間にも妖怪にも見つけることはできないわ。道理でこの辺りに見覚えがないわけだぜ。私たちは知らないうちに異次元に入り込んでいたんだな。おそらく霧の湖で光に包まれた時でしょうね。外敵の来ない安全な場所は安心を生み、安心は心の豊かさになる。私たち妖精は今この国で面白おかしく平和に暮らしているわ。まあ全ての妖精がここで暮らしているわけじゃないけどね。そんなところにどうして私たちを招待してくれたんだ？ここは妖精しか入ることが許されない場所なんだろ？それはもちろんこの国を自慢するためよ。こんな素敵な場所を見つけたら誰かに自慢したくなるじゃない。あなたたちなら私たちに危害を加える心配はないし、招待するにはうってつけだと思ったの。さあ、百聞は一見にしかずだよ。あとは自分たちの目で確かめてきてね。それもそうだな。よーし、いろいろ見て回るとするか。あ、ちょっとマリサ。無邪気ね。ある意味純粋だから妖精と波長が合うのかしら。ほらほら、アリスさんも。もう分かったから押さないの。いらっしゃいませ。あれ、ここは店か？妖精が商売なんて珍しいわね。みんなは今が楽しければいいって言うし、私もそうは思うんですけど、やっぱりいざっていう時の備えは必要かなって。なんというか大変そうね。いえ、やってみると意外と楽しいですよ。ああ、わかるぜ。お店屋さんごっこな。私も小さい頃によくやったぜ。そしてあたいが用心棒だ。大ちゃんのお店と商品はあたいが守る。ありがとう、チルノちゃん。期待してるね。そんなこと言ってお前に用心棒が務まるのか？何を？ちょっとやめなさいよ、マリさん。念のため言っておきますけど、お店の商品は絶対に盗まないでくださいね。なんで二人して私を見るんだよ。困っちゃうぜ。なあアリス。
お前もかよ。ああ、わかったよ。どんなことがあろうとも絶対にお金は払うって。意地でも払うからな。絶対だからな。売り言葉に買い言葉ね。お店だけに。私が喧嘩を売ったみたいに言うのやめてくれませんか。あたいは大ちゃんと違って喧嘩を大安売りしてるぞ。勝負だ白黒。今はこの国を見て回っている途中なんだ。悪いが遠慮させてもらうぜ。また今度な、チルノ。ちゃんとあたいの喧嘩を買え。どう？私たちの国はすごいでしょう。頑張って作ったんだから。ええ、上々じゃないかしら。まあ国というよりはなんちゃってフェスティバルって感じだけど。随分と洋風だよな。雰囲気的にはコーマ館とかに近いんじゃないか。コーマ館からもいろいろ持ってきたからね。かくいう私もテラスからこっそり机を盗んできたし。いくらなんでも好き勝手しすぎだろ。よく見つからずに運べたわね。私の能力を使えばちょちょいのちょいよ。曲がらない光はない。輝ける日の光、サニーミルク。光を屈折させる程度の能力ね。でも自分の姿だけを消すと机が勝手に動いているように見えるんじゃない？大丈夫大丈夫。机ごと消しといたし。いや、机が急に消えたらそれこそ大問題だ。その瞬間を見られていたら間違いなく捕まっていただろうぜ。そしたらお前はどうなっていたんだろうな。危なかった。そもそも人のものを許可なく盗んだりしちゃダメだぞ。盗まれた人が困るだろ。そういえばマリサ、あなたがさっきからずっと持ってるそれ何なの？これか？これはニトリが作ったマジックアイテムの試作品だ。川城ニトリ特製物質なんちゃらかんちゃら、略してニトイリュージョンだ。裏面にはニトフュージョン0号機って書いてあるけど。ニトフュージョンだ。まさかとは思うけどまた盗んできたんじゃないでしょうね。盗んだなんて人聞きの悪い。ちょっと借りてきただけだって。私が死んだら返してやるさ。この人たちにあれを任せて本当に大丈夫かな。アリスさんはともかくマリサさんは本気でヤバい気がする。なんだか心配になってきたよ。なあ、この空間は幻想郷とは別の次元に存在しているんだろ。よく見つけられたよな。どうやって見つけたんだ？私たちが見つけたわけじゃないわ。招かれたのよ、大精霊樹にね。招かれたって、お前あの木と話せるのかよ。実際に言葉を聞いたわけじゃないわ。でもそう感じたのよ。思い込みじゃないのか？あら、そうとも限らないわよ。妖精っていうのはね、自然の力を宿した心霊が人の形をとったものなの。あの木にも心霊が宿っているみたいだし。なるほど。同じ心霊同士、意思の疎通ができてもおかしくないってわけか。ええ、信じてもらえた？ああ、思い込みって言ったことは謝るよ。よかった。さっきも言ったけど、ここはとっても素敵な場所なの。思う存分満喫していってちょうだいね。そういうことなら遠慮はしないぜ。もし迷子になったら、私の動くものの気配を探る程度の能力で探してあげるわ。お困りの際は迷子センターにどうぞ。なんちゃって。ね、迷いの竹林とかならともかく、こんなところで迷子になんてならないわよ。
マリサ？マリサ？嘘、いない？まったく、目を離すとすぐどこかに行っちゃうんだから。冗談のつもりだったんだけど、意外と需要ありそうね、迷子センター。この真珠、大精霊獣だったかしら。とても強い力を感じるわ。妖精は幻想郷の中でもか弱い存在。まさによらば大樹の影というわけ。おお、へえ。あだ！悪いアリス、この辺りは目新しいものが多くてさ、つい夢中になっちまった。ほら、これなんか魔法の森にはない植物だぜ。ちょっとマリサ、研究熱心なのは大いに結構だけど、ちゃんと前を見て歩かないと危ないじゃない。これは説教されるパターンか。どこぞの仙人を思い出すぜ。あれ音を消す程度の能力。おお、アリスの声だけを消したのか。こんな器用な真似もできるんだな。すごいでしょ。自分たちの話し声や足音だって消せるから、いたずらだってし放題よ。便利な能力だよな。騒音の中でも安眠できそうだ。あとは集中して本を読みたい時なんかにも良さそうだな。でも人間は完全な静寂よりも少しの音があった方が集中できるらしいわよ。やっぱり自然が一番ってことよね。というわけで、マリサ、聞いてるの？びっくりした。あなたがそういう態度を取るなら、私にも考えがあるわ。上海人形、蓬莱人形、蓬莱。おいおい、小言を回避したせいでなんだか大ごとになってるぜ。いたずら成あと見ていないのはここくらいだが、すごいな。まさか真珠の中がこんな風になっているなんてね。最後に紹介するのは大精霊樹の中にして国の中核、玉座の間よ。いやー、想像以上の広さだぜ。よくもまあこんなに大きく育ったもんだよな。さすがは真珠といったところかしら。当然よ。そんじょそこらの木とは養分が違うからね。大精霊樹はね、幻想郷の住人の記憶を養分にしているの。正確には記憶の中にある感情エネルギーらしいけどね。記憶の中にある感情エネルギーだけを吸い取って、記憶そのものは持ち主に返すみたい。感情エネルギー？記憶にはその時感じた楽しかったとか悲しかったっていう気持ちも刻まれているの。それを養分にしているのよ。それって大丈夫なの？もちろん害はないよ。記憶の感情エネルギーっていうのは時間とともに失われていくものだからね。いわゆる思い出が色あせるってやつだな。それがちょっと早くなるってだけ。なるほどな。謎は全て解けたぜ。最近よく度忘れするようになっていたのはこの木のせいだったんだな。私は悪くなかったぜみたいな顔でこっちを見ないでちょうだい。ただ記憶を持ち主に返すときにちょっと問題があって、うろ覚えになったり複数の記憶が
混ざっちゃったりすることがあるみたい。いわゆるデジャブもその時の記憶の混戦が原因なのかもしれないわね。デジャブ？既視感とも言うわね。一度も経験したことがないのにすでにどこかで経験したことがあるように感じることよ。へえ。さてと、これで一通りは見て回ったことになるのかな。ええ、めぼしい場所は大体回ったと思うわ。それでどうだった？私たち妖精の国、フェアリーキングダムは。いいところだったでしょ。楽しんでもらえたかしら。おお、なかなか楽しかったぜ。そうね、確かにいいところだったわ。で、一体何が狙いなのかしら？何のこと？私たちは別に、相変わらず嘘や隠し事が下手ね。この場所を自慢したかったっていうのは本当でしょうけど、それだけじゃないわよね。まだあるんでしょ、私たちをここに呼んだ理由が。もう、その通りよ。ここがとても素敵な場所だってアピールしていたのは、あなたたちにあるお願いをするためなの。マリサ、安請け合いはしない方がいいわ。ここまで歓迎するからには相当な難題をふっかけられるに決まっているもの。ああ、あなたたちのどちらかにこのフェアリーキングダムの王様になってほしいんです。いいぜ。いいの？せめてもうちょっと話を聞くか。最悪聞かなくてもいいから少しは考えなさいよ。何言ってんだよアリス。こんな面白そうな話乗らない手はないだろ。面白そうとかそういう問題じゃないでしょ。あなたたちもあなたたちよ。ここは妖精の国なんでしょ。ならその国を治める王様は妖精の中から選ぶべき。私たちにお願いするのは筋違いってものよ。本当は私たちもそうしたいんだけど、王様って外交とかするんでしょ。私たちそういうのってよくわからないし。マリサさんたちは知り合いも多いし、いろいろなことを知っているでしょ。お二人なら妖精と他の種族の橋渡しができるんじゃないかなって。そういうことならレイムにでも頼めばいいじゃない。知り合いの多さでは私やマリサに引けを取らないし、他者を引きつける不思議な魅力があるわ。適任だと思うけど。冗談じゃないわ。白麗の巫女なんかに相談したら、こんなところに妖精の国が？つまりここの妖精を一網打尽にすればいたずらの被害がなくなるってことよね。そうしたら人々に感謝されてお賽銭が増えること間違いなし。おまけにこんな素敵な土地まで手に入るなんて、まさに一石三葉星じゃないとか言って危機として退治しようとしそうじゃない？ああ、まあそうね。その点マリサさんとアリスさんなら私たちとも仲がいいし、お願いするにはちょうどいいかなと思って。どうするマリサ。私の考えは変わらないぜ。さっき言った通りだ。なってやるぜ、この国の王様ってやつにな。やったー、これで一安心だね。おう、任せとけ。安請け合いはするなって言ったのに。ま、本人がやる気になってるんだし、私がとやかく言うことじゃないわね。それじゃあ早速この輝かしい玉座に。うわー、
樹が脈打ってる。見て、木の根が枯れていってるよ。これは根腐れか？バカ言わないで。普通の木ならともかくこの木は真樹なのよ。そう簡単に根腐れなんて起きないわよ。それに仮に根腐れだったとしてもこんな速度で腐り始めるなんてありえないわ。くそー、私が王様になった途端にこれかよ。一体何が原因なんだ？この気配は。何か分かったの？大精霊樹の根の先には感情エネルギーを蓄える場所があるんだけど、そこで動き回っている生き物がいるみたい。きっとそれよ。その生き物が何かしたんだわ。何かって何よ。そんなの私が知るわけないでしょ。どうしよう。こんな時どうしたら。まあまあ落ち着けよお前ら。こういう時のために私がいるんだろ。私がってまさか。王様には国を国民を守る義務があるからな。私自らが異変を調査じゃなかった、視察してきてやるぜ。本当？ありがとうマリサさん、アリスさん。って私も？当たり前だろ。私たちの国のピンチなんだぜ。私たちじゃなくてあなたの国でしょ。私は王様になるなんて一言も言ってないわよ。確かに。じゃあ王様の命令だぜ。取ってつけたかのように独裁政治を始めないの。王様の命令は絶対なんだぞ。頼むから一緒に来てくれよ。もう分かったわよ。分かったからそんな目で見ないでちょうだい。こんなに立派な神事を研究する機会なんてめったにないしね。この神事を研究するついでにあなたの視察とやらに付き合ってあげるわ。さすが話がわかる。気をつけて行ってきてね。絶対に無理はしちゃダメだよ。危なくなったらすぐに引き返してきてください。おう、それじゃあ行ってくるぜ。あれ、もしかして行き止まりか？よく見てマリサ、まだ先があるみたいよ。あそこでぼんやりと光っているのはあたいの松明で狂うほどに成長するといいわ。見るからに怪しげなやつだな。あなた一体何者よ。こんなところで何をしているの？あたいは地獄の妖精クラウンピース。この真珠に栄養を与えてってどっちも妖精じゃなくて地上人じゃないのさ。なんでこの国には妖精しかいないはずじゃ。まあいろいろあってね。詳しく事情を説明してほしいって言うなら後でいくらでもしてやるぜ。それよりもだ、大精霊樹の様子がおかしいみたいなんだが、ひょっとしてお前の仕業か？知りたいか？ならばあれを見るがいい。あれは何？あれはメモリーコア。この大精霊樹の中枢さ。あそこには大精霊樹が集めた感情エネルギーが蓄えられているんだ。本当なら感情エネルギーだけを吸い取って記憶は持ち主に返すらしいけど、いやいやそんなのもったいない。記憶も吸い取ったままにしておいた方がこの真珠のためになるんだぜ。この木が成長すれば妖精はハッピー。みんなの記憶が吸われたままになればいたずら大成功であたいもハッピー。さあもっともっと記憶を吸い取るスピードを上げていくよ。ルナティックタイム。結局こいつが犯人なんだな。
養分の過剰摂取で木が枯れたりすることを知らないのかしら。息を吸いっぱなしじゃ人間は生きていけないってね。そうそう。それに今この木の外では大騒ぎになってるんだぜ。なんたってフェアリーキングダムの王様であるこの私が出張るくらいだからな。フェアリーキングダムの王様？あなたが人間が妖精の国の王様になんてなれるわけないじゃない。随分と悪質な冗談ね。嘘で汚れて地獄に落ちてしまえ。上海ほらーい、やれやれね。来るわよ王様。ああ、行くぜアリス。ドラマティックタイム。やだ、痛いな。安心なさい。全力は出さないわ。そこだ。松明が今だ、頼むぜアリス。頼まれた。体が動かない。バカじゃねえの？バカじゃないの見えないでしょ私の意図は。さてと、来世霊樹は今感情エネルギーだけじゃなく記憶まで吸いっぱなしの状態なんだろ。どうすれば元に戻せるんだ。あのメモリーコアが悪いってんならいっそのことぶっ壊すか。力技はやめなさいよ。でどうなの地獄の妖精さん。メモリーコアに刺激を与えなければそのうち元に戻るはずだ。一応聞くけど刺激を与えるとどうなるのかしら。何が起こるかは保証できないぜ。だってさ、よかったわね、何も考えずに壊さなくて。冗談に決まってるだろ。とにかくこのまま放置しておけばいいんだな。らしいわね。それならさっさと外に出ようぜ。妖精たちにもメモリーコアに刺激を与えるなって伝えなきゃいけないし。あたいはどうなるのさ。このまま縛って外まで運ぶわ。二人とも手伝ってね。ほーらーい。うわあーはあ。ほーらーい。なぜ。というわけで本当に王様だったのか。それにあんたたち最近姿を見かけないと思ったらこんなところにいたのね。こっちのセリフよ。勝手なことしてくれちゃって。この国を作るときに誘ってあげようとしたんだけど、あなたいっつもフラフラしていてどこにいるのかわからないんだもん。あれ、お前ら知り合いだったのか。前に白霊神社の花見でいたずらを。地獄の妖精も地上の妖精もやってることは変わらないな。その話は置いといて、ひとまずは地震とか木の根が枯れるとかいった現象は収まったみたいよ。これで一安心だね。あとはそのメモリーコアってやつにちょっかいを出さなければいいんでしょ。ああ、そのはずだ。でも普
通の妖精の力じゃちょっかいにすらならないと思うよ。まあ、あたいは別格だがな。さすがあたい、地獄の妖精は伊達じゃないぜ。収まった。なんだったんだ一体。マリサ、ちょっと来てちょうだい。お？なんだこりゃ木の根が地表から突き出してきているのよ。この根、大精霊樹のものだとは思うけど、すごく嫌な感じがするわ。おいおい、帰ってきた途端にこれかよ。帰り道も結構大変だったん。俺どうやって帰ってったんだ。歩いてだっけか。マリサ、こんな時にふざけないで。もしかして記憶を吸い取る力が強まっているの？大変だよ、マリサさん、アリスさん。地表から突き出してきた木の根が妖精を攻撃しているの。マジかよ。大丈夫なのか？今のところ怪我人は出ていないわ。でもこのまま木の根の攻撃が続いたら最悪、この国は歴史からその存在を消すことになるでしょうね。くそ、どうしてこんなことに。メモリーコアに刺激を与えなければ問題はないんじゃなかったのかよ。その間違いがあったらいけないと思って、私はずっと木の内部の気配を探っていたんだけど、異変が起きる少し前、根の先の方に生き物の気配を感じたの。多分メモリーコアがあるって言っていた場所だと思う。きっと誰かがメモリーコアを刺激しちゃったんだよ。お願い、この国を、私たちを助けて。一難去ってまた一難ね。おいおい、冗談じゃねえぞ。どこのドイツだ、メモリーコアを刺激しやがったバカ野郎は。壊そうとしていた人の言うセリフじゃないわね。この私を怒らせてただで済むと思うなよ。やれやれ、またあそこまで行かないといけないのね。やっと戻ってこられたぜ。前回とは様子が変わってるな。メモリーコアがでかくなってるぞ。とんでもない大きさね。短時間でこんなに大きくなるなんてどう考えても異常よ。待ってください。あら、大妖精じゃない。よくここまで来られたわね。あたいが大ちゃんの用心棒としてついてきたからね。ちょっとだけ待っていてもらえませんか？ええ。お待たせしました。簡易的ではありますが、お店と休憩スペースを用意しましたよ。手早いわね。私は一緒に戦えるほど強くないから、せめてお二人のことを支援したいと思いまして。もちろんお代は結構で。いいや、払うぜ。おいおい、どうした。妖精が豆鉄砲を食らったような顔して。言っただろ、お前の店を利用するときは意地でもお金を支払うって。あら、あれって本気だったのね。勢いで言っちゃっただけで守る気はないのかと思ってたわ。失
失礼だな。私は自分で言ったことは必ず守るぜ。それに泥棒はあたいが許さん。おっかない用心棒もいることだしな。それでこれからどうするの？どうしたもんかな。犯人を見つけてとっちめてやろうと思ってたんだが、影も形もありゃしない。メモリーコアを元に戻す方法もわからないし、正直お手上げだぜ。チルノちゃん、どうしたチルノってチルノの体が半分になっとる。でっけえ丸いのに触ろうとしたらすげえすり抜けた。あの中って広いのな。さすがのあたいもびっくりだよ。もう勝手に触っちゃダメだよチルノちゃん。メモリーコアは刺激しちゃダメだって言われたでしょ。そうだっけ？ちょっと待って、すり抜けたって中が広いってどういうこと？入れるの？あれの中に？嘘でしょ？失礼な。あたいは嘘なんてつかないぞ。うわ、本当だ。確かに中に入れるぜ。マリサ？やめなさいよ。何かあったらどうするの？大丈夫だって。心配性だなアリスは。ほら、お前も覗いてみろよ。本当に大丈夫なんでしょうね。これはどうやらこの中にはこことは別の空間が広がっているみたいね。こことは別の空間？ええ、本来なら持ち主に返されるはずの記憶、それを溜め込んでしまった結果生み出された空間なんじゃないかしら。いろんなやつの記憶が混ぜこぜになった空間ってわけか。お二人はメモリーコアの中に入るつもりなんですか？正直気は進まないんだけど。この中に犯人がいることは間違いなさそうだからな。面白そうだからあたいもついていきたいところだけど、あたいには大ちゃんを守るっていう使命があるからね。あたいが大ちゃんを心配する気持ちは炎にだって溶かせないんだから。チルノちゃん、あれ？あたいたちここへ何しに来たんだっけ？ピクニック？チルノちゃん？ははー、チルノのやつ、記憶を吸い取られやがったな。大精霊樹の記憶を吸い取る力はメモリーコアに近づくほど強くなっていくみたいですね。中に入ったらさらに強くなるんじゃないか。思った以上に厄介そうね。気をつけていきましょう。だいぶ奥まで進んできたけど、まだまだ先は長そうだな。あれ、何してるんだアリス。ほーらーい。記憶を吸われて道を忘れてしまうかもしれないのよ。なら目印をつけておくのは定石でしょ。さては、食べかけのパンをちぎって置いてるんだな。いいえ、魔法の糸を這わせているのよ。言っておくけど食べられないからね。ほーらーい。じゃあこの浮かんでる結晶は関係ないんだな。浮かんでいる結晶？ちょっとあんまり不用意に触らない方が。平気平気。うわっ！マリサ？重い。どうした？私のおとといの晩ご飯はオムレツだった！
どうでもいい情報をありがとう。多分これ大精霊樹が吸った記憶が結晶になったものだぜ。触れるとその記憶を垣間見ることができるみたいだ。へえ。ほんとね。こんなもんが現れるってことは意外と終わりは近いのかもしれないな。気合を入れていくぜアリス。なんだよその顔。あなた一人でこっそりと決めポーズとか練習してるのね。忘れろ忘れろ。何勝手に見てんだよ。出来心だよ。弾幕はパワーだぜ。忘却魔法。記憶をなくすまでミニハッケロで後頭部を強打する。わかった。忘れるから。本当か？今の記憶に触れた時、その時マリサが感じていたであろう気持ち、感情が流れ込んできた。まるで自分自身のことであるかのような錯覚を起こしそうになったわ。今のはどうでもいい記憶だったから大丈夫だったけど、もし悪い記憶やそれに付随する邪悪な感情が流れ込んできたら、マリサ、この先気を引き締めていかないと痛い目を見るかもよ。そんな決め台詞練習してない。痛い。違う。フラン？マリサ、それにアリスもどうしてこんなところにいるの？それはこっちのセリフだぜ。どうしてお前がここにいるんだよ。どうやってここへ来たのかはわからないけど、この子がメモリーコアを刺激した犯人だったみたいね。おいフラン、お前のせいで今妖精の国が大変なことになってるんだぜ。妖精の国？ああそうだ、妖精たちが困ってるからおとなしく一緒に帰ろうぜ。私は何も悪いことはしてないよ。ただここで遊んでいただけだもん。細かい説明は省くけれど、この場所メモリーコアを刺激すると大精霊樹が暴走してしまうの。このままでは外にいる妖精たちに被害が出てしまうわ。そうなる前にここから出てほしいのよ。へえ、そうなんだ。フラン？どうしちゃったんだよ。早くここから出よう。嫌よ。私がここで暴れれば暴れるほどこの木も一緒になって暴れてくれるんでしょ。最高じゃない。まだまだ遊び足りないと思っていたの。さあ、一緒に遊びましょう。気をつけてマリサ、あの子様子がおかしいわ。一体どうなってんだ。きっと邪悪な感情に支配されているのよ。なんだよそれ。さっき私たちも記憶の結晶に触ったでしょ。同じようにあの子も触れてしまったのよ。邪悪な感情を内包した悪い記憶にね。そんなバカな。いくら悪い記憶とはいえそれに触れたくらいでこんな風になるか。あなたが触れたのは自分の記憶だったからわからなかったでしょうけど、記憶の結晶の影響力はかなりのものよ。私でさえ自分が本物のマリサだって錯覚を起こしそうになったわ。おいおいマジかよ。あの子は純粋すぎるのよ。だから記憶の影響をもろに受けてしまった。今のあの子はグランドール・スカーレットであって
グランドール・スカーレットじゃないわ。何をこそこそ話しているの？私も仲間に入れてよ。一人は嫌だよ。おいフラン、正気に戻れよ。何して遊ぼうか。聞きやしないぜ。あなたの声が届かないんじゃ私が何を言っても無駄でしょうね。あれ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 、聞こえてないのかな。さっきから何して遊ぶって聞いてるんだけどな。来るぞアリス、構えろ。仕方がないわね。ほーらーい、お人形遊びでいいなら存分に付き合ってあげるわ。コイン1個の遊びですか。ドカンコインヒットしてドカン。コインマスタースパーク。ほどほどに頑張るわ。ここまでおいで。勇気ダークスパーク。勇気ダークスパーク。これだけ足りない。やれやれ、とんだお嬢様だぜ。おい、大丈夫かフラン。正気に戻ったならまず話をだな。こいつは。どうしたのマリサ。マリサ？ああ、退屈だわ。お姉様は相手してくれないし、他のみんなも忙しいからってあんまり遊んでくれないんだもん。もう退屈で死にそう。いっそ館から抜け出してやろうかしら。それがいい。そうしましょう。普通に出たら見つかっちゃうから壁に穴を開けてそこから出ようっと。ここらへんかな。キュッとして。壊れない。手元が狂ったかな。それじゃあもう一度。なんだろうこの穴。ここは。なるほど。破壊の力で次元に穴を開けて、そこからここへやってきたってわけか。まったくとんでもないやつだな。マリサ、ちょっとマリサ、ぼんやりしないで。と悪い。フランはまだまだ元気みたいよ。ほーらーい、あの子を捕獲していた糸も全部振りほどかれちゃったわ。楽しくなってきた。ねえ見て見て見て。
いえ、これは植物のツタが動いて。私の力を、知らない思い出を、みんなの感情をどんどん吸って、大きな大きな私になれなんだこりゃ大きい。みんなの記憶が、感情がどんどん流れ込んでくる幻想郷には私の知らないことがこんなにも溢れているのね。全部私のおもちゃにしてあげるんだから。まさかこんな奥の手を隠していたなんて。さっさと止めないと妖精の国だけじゃなくこの神樹も危ないぜ。ほらい。それならちゃんと止めないとね、王様。言ってくれるぜ。そして言われるまでもね。なんだか面白い味がする飲み物だな。星降る風張りというの。私全部私ズルなしにしないとさ。容器ダークスパーク。容器ダークスパーク。容器ダークスパーク。さあ私のとっておきを見せてやるぜ。まだどうだ。うざいわ。キレキレしみったれてるわよマリサ。これでもダメか。ほらい。なんて再生速度なの。これじゃキリがないわ。無駄そんなんじゃ一生かかっても倒せないよ。それなら再生速度を上回る火力で消し飛ばすしかない。悪いなフラン、少し痛いかもしれないぜ。魔法させないんだから。ショーンパ上海。ほらい。動けないでしょそう私の一番すごい攻撃でとどめを刺してあげる。この光はマリサの弾幕よりももっと強力なんだから。二人まとめて動けない。ちくしょう、ここまでか。させない。光が曲がった。間に合った。ルナ任せて。音が止まった。体が動くぜ。ほらい。あなたたちどうして。私たちにも
何か手伝えることがあるかもしれないと思って。勇気を出してここまで来たんです。アリスさんの糸のおかげで迷わずに済みました。なんでどうして私の邪魔をするの？壊れろ。見境なしね。でも光なら私が屈折させるし、超音波は私がかき消すよ。まさかお前たちに助けられるとはな。それじゃあ私は最後の一仕事をしてくるぜ。よっ、バカにして大樹よ。視覚から私のツタでさせない。騎士ドール・オブ・ラウンドテーブル。私の能力にかかればあなたのツタの動きなんて一目瞭然なんだから。ナイスアシストよ。ようフラン、好きだらけだぜ。さてフラン、ちょっと痛いが我慢しろよ。お前の後ろのでかいやつを私の最大火力で吹き飛ばす。終わったら妖精の国で遊ぼうぜ。弾幕はパワーだぜ。これでも食らいな。魔法。マリサさん、頑張れ。白黒ほら。マリサ。ファイナルスパー。私やっぱり王様になるのやめとくわ。なんで？どうして？あんなに乗り気だったじゃん。異変を解決したおかげでみんなの支持も得ているのに。真面目な話、私は王様としてこの国を守ることができなかったからな。そんなことないです。マリサさんはちゃんと。おいおい、最後にお前らが助けに来なかったら私はやられていたんだぜ。よく頑張ったな。お前らは私の命の恩人だぜ。私たちが命の恩人？だからこの国を守る王がいるとしたらそれはお前たちだ。元王様の私が認めたんだ。自信を持っていいと思うぜ。でももしまた今回みたいな異変が起こったら。へへへ、その時は協力するぜ。異変解決の専門家兼お前らの友人としてな。それなら安心かな。なんかうまくいく気がしてきた。私たちならやれる。そうね。なんとかなる。やっぱ妖精はこれくらい単純じゃないとな。それじゃいい感じにまとまったことだし、国を挙げて異変解決のお祝いでもするか。大精霊樹も元に戻ったし、一件落着ね。そうだな。マリサ、ごめんなさい。私
おお、姿が見えないと思ったらこんなところにいたのか。これから異変解決のお祝いをするんだ。一緒に来いよ。この私が直々に妖精の国を案内してやるぜ。でも私のせいで妖精さんたちは迷惑したんでしょ？許してくれるかな？心配するなって。こういう時のための元王様だ。妖怪と妖精の橋渡し、最後の仕事にふさわしいじゃないか。ついてこいフラン。妖精に私の友達を、フランドール・スカーレットを紹介してやるぜ。どうも元王様。へへ、元王様の天の川下りだぜ。それを言うなら天下りね。あれ、そうだっけ？まあいいわ。それでいつまでここに居座るつもりなの？あなたはもう王様じゃないのよ。いつまでもここにいる理由なんてないと思うけど。ここにいるよりも面白そうなことがあったらその時は出ていくかな。やれやれね。きっと誰かに迷惑のかかるドッキリとかに率先して乗るタイプよ、あなた。はあ、そんなことするわけないだろ。私は人に迷惑をかけることは絶対にしないぜ。まあいずれわかるわよ。いずれね。ちょっといたずらをするだけのつもりがあんな大変なことになるなんて。なあ、一つ聞きたいことがあるんだが、どうやって大精霊樹を暴走させたんだ？いくら考えてもそこだけがよくわからなくてな。メモリーコアに松明を近づけただけだよ。松明？メモリーコアに松明を近づけてみたらさ、大精霊樹が狂ったように記憶を吸い始めたんだ。うわ、火で炙ったのかよ。地獄の妖精のいたずらって結構過激なんだな。照らしただけなんだけど。でもさ、なんでそんなことをしようと思ったんだ？あたいの松明の炎は目にした相手の心を狂わせるんだよ。それが人であれ妖精であれね。なるほど。大精霊樹にも効果があるかもしれないと思って試してみたってわけか。結果散々な目にあったけどね。ま、これに懲りたら火遊びはほどほどにしておくんだな。でも妖精はいたずらしてなんぼでしょ。少しぐらいやんちゃしても。冗談だよ、冗談。だから無言で身にはっけるを構えるのはやめて。いらっしゃいませ。へえ、まだやってたのか。まあ利用させてもらってる身としては助かるんだけどさ。ぶっちゃけ楽しいか？楽しいですよ。あ、おいフラン、下手に触って商品を壊すなよ。壊さないよ。何か？最初に見た時からずっと思っていたのだけれど、綺麗ね。とても綺麗に商品が陳列されていて感心するわ。お店のことですか？変な勘違いしちゃった。商品のジャンル分けがきちんとしているし、お客の動線も意識できている。素晴らしい仕事だわ。そんな大げさですよ。普通にやっていたらこうなっただけです。それにちゃんと片付けておかないと
チルノちゃんに踏みつぶされちゃいそうで。とんだ用心棒だな。おいチルノ、はしゃぐのはいいがちゃんと前を見ろよ。足元がお留守になるぜ。大丈夫だ。あたいのお先は真っ暗だからな。ダメじゃん。ほら言わんこっちゃない。商品が妖精の瓶が割れてる。ささっ。これでパッと見は壊れてない瓶だ。事なきを得た。チルノちゃん。大ちゃん見てたよ。どうして商品を壊しちゃったのかな。用心棒ちゃんとやるって言ったよね。いいかフラン、ああいうのを反面教師って言うんだぜ。うん、気をつけるよ。